今回は再び任天堂の携帯ハードで遊べた超メジャー格闘ゲームをテーマに参ります。続きという感じでストリートファイター4から行くつもりでしたが、前回の動画のコメントにもあった鉄拳アドバンスから行ってみましょう。こちら未所持ゆえに取り上げてませんでしたが、先日近所のブックオフで箱なしアドバンスのコーナーを見ていたところ見つけてしまいましたので、改めてゲットしてきましたという感じです。中古価格1000円でしたが、最近その近所のブックオフは加減を1000円にしとこみたいな感じで、お安いゲームを探そうとするとみんな1000円とかの乱暴な値付けになっているので、逆に1000円でも本当はもっと安いのではとか考えてしまって買いにくいのだ。というところで初プレイですが行ってみましょう。改めて鉄拳アドバンスですが 3D 機能がないゲームボーイアドバンスへの移植なので、鉄拳といえども 2D 格闘になってしまってますが、遊んでる感じは鉄拳っぽさはちゃんとできてる印象です。画面はオリジナルの 3D を意識してか拡縮を使って 2D ながらも 3D 感を出したりもしてますが、スト2やそれこそ KOF に比べるとドットも動きもちょっときついですね。とはいえ当然どのキャラかはしっかりわかるし、遊んでいる最中はそれほど気にはしてませんでした。でも動画で見ると大きくしちゃってるのもあってちょっとあれなのだ。 3D モデルを 2D にしたせいではあると思うけど KOF のドッターがやっぱりすごかったってことかもしれないわね。携帯ゲームで気軽に遊ぶという前提だからな感じもしますが、一生勝ち抜けの設定で遊んだら4分くらいでクリアできてしまいました。このサクサク感とエンドレスでも遊べそうな感覚は今時のスマホゲームに通じるところがあるみたいなのだ。というところで前回の動画制作時には紹介予定はありませんでしたが、コメントが入り気になっていたところでちょうどブックオフで見つけたこともあり、最初にご紹介です。鉄拳アドバンスゲームボーイアドバンス版駿河屋中古価格、箱説あり4980円、箱説なし1730円です。スト2とかに比べるとだいぶお買い得になっていますね。しかしゲームボーイのソフトはどんどん高くなってる感じがするのだ。今からそれも箱説ありとか集めるのはなんだかファミコンとかより難しそうな気がしますね。なんかファミコン以上に玉石混合だったような感じで隠れた名作みたいのが多いからかもしれないわね。確かにゲームボーイのゲームの方がファミコンやスーパーファミコンよりもそんなのあったんだが多い気がしなくもないです。ゲームボーイマガジンとか読んでなかったせいもあると思うのだ。お次ですが、同じくナムコの鉄拳シリーズから任天堂携帯ハードの 3DS で出ていた鉄拳 3D プライムエディションをご紹介します。こちらのタイトルはアドバンスから11年経ち、携帯ハードでもコンシューマーと遜色ない作品で、なんと当時公開されたフル CG の 3D 映画鉄拳ブラッドベンジェンスも収録されていて、立体視を使って 3D 体験そのままで鑑賞することができます。そういえばこの映画 3DS では見てなかったですね。立体視で改めて見るのも楽しいかもね。何にしても PSP で UMD の映画とセットとか PS3 でブルーレイとセットとかいくつかあったけど、 3DS で 3D 映画も収録してるってのは珍しい気がするのだ。さて本編ゲームの方やってみましょう。さすがにハードも2世代、年数的にも10年経ってるとはいえ、この時代のグラフィックの進化は異常なレベルに思えますね。映画がロムに入っちゃってるのでゲーム本編にストーリーやムービーがいつもよりはなさそうではありますが、こう改めてプレイすると 3DS ってこんなに 3D 格闘ゲームが動くハードだったのかという驚きがあるのだ。確かに 3DS のイメージって半分以上 DS に引っ張られてて、本来のハード性能のイメージとは乖離があったかもしれないわね。そもそも 3DS は棚に30本くらいしかないので、他のハードに比べるとあまり遊んでなかったってのもあるかと。久しぶりに遊んだら吉光のデザインすごくて吹き出しそうになったのだ。
何にしてもこちらの鉄拳もなんちゃって移植などではなく鉄拳 3D という作品であり、立体視でも60フレームで動かしていたりと、作り手のこだわりも見受けられるしっかりしたものになっています。この 3D の時期というと、ナンバリング的には6から7の間の時期で、タッグトーナメント2が発売されています。鉄拳 3D プライムエディション 3DS 版駿河屋中古価格5200円です。値段的にはそこそこ需要がある価格だと思いますが、もしかしたらナンバリングの移植ではない部分が今でも需要があるポイントなのかもしれません。 DS も 3DS も値段がじりじりと高くなってきてる感あるのだ。ということで鉄拳の2本からいきましたが、引き続き DS タイトルに行きましょう。と言っても DS が発売されてた頃になると 3D 格闘が主流になっていたのもあってか、携帯機でのメジャー格闘ゲームあまり発売されず、魅力的なメジャー携帯格闘ゲームは 3DS の発売まで待つことになりました。携帯ゲーム機でありながら 3D でも作れ、立体視という相性が良さそうなものもありで、 3DS ではカプコン、ナムコ、テクモがメジャー格闘ゲームをリリースしていくのだ。ってなところで、次はカプコンのスーパーストリートファイター4 3D エディションのご紹介です。4自体ですが、見たことないようなインパクトのある 3D 表現を使ってる 2D 格闘としてデビューして、世界中の度肝を抜き、スト3でちょっと下火になったブランドを大復活させた印象があります。それが2009年の話で、そしてこちらの 3DS 版が2011年に発売となりました。2年かけてわざわざ 3DS という感じもありますが、 3D 立体視で作るのもしかして面白くねってのもあったのではないかと思います。ちょっと動画じゃ立体視を見せれませんが、そもそもみんなあまり使ってなかったですよね。目は疲れるし、続けてると場合によってはちょっと酔う時すらあるのよね。立体視を外した廉価版の 2DS なんてハードも出たくらいなのだ。しかし今こうして遊んでみると、 3DS って10年以上前の携帯ハードなのに 3D 格闘がこんだけ動くくらいのスペックあったんだと感心します。グラフィックは 640×480 だから PS3 版とかと比べちゃうとあれだけど十分綺麗よね。技も今までより普通に出せますし、ボイスもしっかり入ってますし、プレイ感の違和感がなくて、携帯ゲーム基盤だというのを忘れる勢いですね。 3DS 版のスト4も各キャラのストーリームービーがきっちり入ってるところもいいのだ。スーパーストリートファイター4 3D エディション 3DS 版駿河屋中古価格1230円です。 DS のストリートファイターはこちらの1本しか出てなかったですかね。当時もそして特に今も需要はあまりない感じでしょうか。ともあれ1000円でこれが遊べるのはお得でしかない気がするのだ。お次も 3DS からデッド・オア・ライブディメンションズです。デドアラの携帯ゲーム版はこのディメンションズが今のところ最初で最後でしょうか。ゲームモードとしては通常の対戦モードとお話ががっつり入ったストーリーモードがあります。ただしストーリーモードは霞主人公だけなのだ。他の 3DS の格闘ゲームは画面は操作パネルだったので省いてましたが、こちらのデドアラのストーリーモードだと設定やチュートリアルなどのテキストが入るので2画面構成でお送りします。お話部分は 3DS なのにフルボイスで進んでいくのは考えてみると驚きです。ただイベントシーンの大半が止めポーズだけで押し切っていくのは色々と残念ではあります。デドアラといえば揺れが売りなのに、数は少ないですがムービーシーンとちゃんと動いてるカットシーンもあるので、全てを捨ててるわけではないようですが、好きでこうしてるわけじゃないという、なんか開発事情が分かってしまうのが心苦しいです。 PS2 や特に PS3 以降からあるあるだと思いますが、ハードが進化するごとにかけることができる予算と本当はここまで作りたいの開発側のクオリティに差が出てくるのは、ゲームそのものが市場とバランスが取れなくなったって感じにも思いますが、
ファミコンや初代プレステ時代くらいみんなもっとゲーム買ってくれればもっといろんなものが作れるんですけど、娯楽そのものが増えてるんだし、そこはアイデアで何とかしろよと言われるとその通りでもありますが、何にしてもどうしようもないわなとも思います。で、改めて遊んでると、操作感含め、意外とちゃんとデッド・オア・アライブしており、またも、これ 3DS だよね、って驚きを感じます。もうそればっかなのだ。あんまり 3DS のゲームは買ってなかったせいか、なんか 3D ゲームがそんなに出てた印象はなかったんですが、ちゃんと 3D 開発もしやすいハードだったんですかね。DS のゲーム制作は経験あるけど 3DS の開発経験はないからあまり細かくは知らないのよね。デッド・オア・アライブ・ディメンションズ 3DS 版駿河屋中古価格3800円です。需要と供給が無難なバランスで落ち着いてる感じかしら。 3DS はまだレトロゲーマーが手をつける前の中間世代ハードって感じなので、プレミア化してるのは少なくお買い得感があるゲームが多いかもしれないのだ。今回の最後はゲームボーイアドバンスに戻りつつギルティギアゼクスアドバンスエディションです。ギルティは音楽がとてもノリがよく名曲揃いですが、立ち上げ最初からアドバンスのゲームとは思えないノリノリの曲がかかります。ギターとか生音で入れてるかしら。ではでは今回はジャムちゃん使っていくのだ。さて、当時の 2D 格闘ゲームはカプコンと SNK の2大巨頭がほぼ独占していったかのような中、そこに並ぶように 2D アニメ、魅力的なキャラ、ノリの良い音楽に攻めまくってかつゲーム性などを引っ提げ現れたのがギルティギアになります。で、こちらはシリーズ2作目のギルティギアゼクスのアドバンス版となります。こちらも鉄拳アドバンス同様、ゲームそのものの出来としてはアドバンスとは思えないほどしっかりできており、アニメーションも良いのですが、さすがにキャラのグラは潰れちゃってるかなという感じなのだ。まあアドバンスならこんなもんで妥当だと思うんですが、スト2と KOF のドッターが神がかり的だったってことですかね。でもゲームそのものはゲームボーイで遊んでるって感覚を忘れるほどよくできていると思いますし、気軽に遊ぶにはこれくらいがちょうどいいと思うのだ。しかしアーケードでリリースして PS2 に移植した後にゲームボーイにさらに移植しようってなかなかチャレンジャーよね。それだけこの時期のアドバンスというハードが元気だったってことですかね。ギルティギアゼクスアドバンスエディションゲームボーイアドバンス版駿河屋中古価格箱節なし2900円、箱節あり5980円です。内容的には結構お買い得な気もします。ちなみに未所持ですが、ギルティギアはワンダースワンでもギルティギアプチというポケットファイターみたいな二頭身キャラの格闘ゲームが2本出ています。こちらはちょっとプレミアっており、ワンダースワン版ギルティギアプチが9900円、ワンダースワン版ギルティギアプチ2が20900円となっており、おそらくですが出荷本数が少ないんじゃないかなと思ったりします。何にしても久しぶりにここらの携帯ハードの格闘ゲームを立ち上げましたが、今遊んでもしっかりしたクオリティで作られていて、ここらはさすがメジャータイトルという感じですね。というところで今回はここまでですが、メジャータイトル以外の携帯の格闘ゲームも若干はあったりするので、何かのテーマの時にそちらもいつかご紹介していくのだ。ではでは今後もいろいろなゲームをこんな感じでご紹介していきますので、よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録などなどお願いするのだ。